長く人生を歩んでいると、誰しも大切な人と離れて過ごさなければならない時間を経験します。配偶者や恋人、あるいは家族でさえずっとそばにいるわけではありません。そんな時、心の中に不安が忍び寄ってきます。本当に自分のことを思ってくれているのだろうか。もし別の人に心が移ってしまったらどうしよう。人生経験を重ねたからこそ、こうした思いが胸に浮かぶのです。けれども、仏教の教えに照らせば、会えない時間は決して無駄ではありません。むしろ、その時間をどう生きるかによって、愛は一層深くなっていきます。今回の物語と教えを通して、会えない時間を力に変える方法をお伝えします。最後まで耳を傾けていただければ、不安に揺れる心を落ち着け、離れていても愛を育む知恵を見つけることができるでしょう。ある物語。夕暮れの窓辺で、彼女はスマートフォンを手に取った。既読はつかない。思いは何度も行き場を失い、書きかけの便箋がそっと机の端で揺れている。深いため息を一つついて、彼女は外に出た。近所の商店町を歩けば、店先の明かりが灯り、人々の足音が小さく重なる。今日はいつもより足取りが重い。庭先に咲く鉢植えの花を見ても、昔一緒に笑った記憶が指先にまとわりつくだけだった。ふと、一軒の古い寺の門前で足が止まる。夕方の鐘がゆっくりと響き、風に乗ってその余韻が通りに広がる。門の前には、顔見知りの年配の女性が掃き掃除をしていた。彼女は通りすがりの彼女を見て、にっこりと声をかけた。どうしたの？今日は少し元気がないみたいね。お茶でも飲んでいきなさいよ。誘われるまま、本堂の縁側に腰を下ろす。年配の女性は地域の世話役で、若い頃からこの寺と縁が深かった。しばらくすると、住職が軒下に出てきて、柔らかな声で挨拶をした。彼女は、自分が抱えていることをぽつりと話し始める。遠くで暮らす人からの返事が来ないこと、夜になると不安に押しつぶされそうになること、手紙を何度も書き直しては出せない自分の弱さを恥じること。話すうちに、言葉は涙に溶けていった。住職は静かに聞き、やがてこう言った。長い関係の中で、そうした不安は誰にでも訪れるものです。大事なのは、不安そのものを消そうとすることではなく、不安とどう付き合うかを学ぶことです。彼女は問い返す。でも、会えない間に心が離れてしまうのではないかと、どうしても考えてしまうのです。住職は穏やかにうなずき、二つの話をした。一つは中道の話だ。つい相手を確認したくなり、何度も連絡をしてしまう。あるいは、逆に黙って様子を見る。どちらにも偏れば問題が生じます。中道とは、偏りを避けてバランスを保つこと。関係もまた、極端ではなく調和を保つことを必要とします。もう一つは縁起と無常の話だ。住職は小石を手に取り、小さな円を描くように指でなぞった。今の行いが次を作る。縁起とはそういうことです。そして、すべては変わります。無常は恐れるべきものではなく、変化を前提にしてどう生きるかを教えてくれます。あなたがこの時間に何を積み重ねるかが、関係の次の形を作るのです。言葉は堅苦しく聞こえるかもしれないが、住職の声には日常に根ざした優しさがあった。彼女はその言葉を自分の中のざわめきと照らし合わせる。つまり、私が今どうするかが大事だということですね、と彼女は小さく言った。住職はうなずいて短く答えた。そうです。あなたの毎日が相手との縁を育てます。焦らず、でも諦めずに。翌日から彼女は少しずつ行動を変えてみた。まず、過度に連絡を送る代わりに、自分の1日を丁寧に過ごすことに意識を向けた。朝の散歩で見つけた小さな花を写真に撮り、それを1枚のハガキにして送る。長文ではなく、短い一行で、今日の空が綺麗でした、と添えるだけにした。また、返事が来ない日には趣味の時間を増やした。昔から好きだった絵手紙を再開し、近所の友人と気軽な会話の時間を持つ。自分の時間が満たされることで、連絡への執着が少しずつ薄れていくのを感じた。ある日、彼女が路地を歩いていると、
偶然にも遠方にいるはずの彼が帰ってきていると聞かされる。駅前で彼と再会する場面は映画のような劇的さはなかった。互いに少し年を重ね、笑いじわが増えた顔を見て柔らかな沈黙が流れただけだった。彼は言葉少なに、しかしまっすぐに彼女を見つめた。こっちの仕事が一段落して戻ってきたよとだけ言った。彼女は胸の内でこれまでの日々が少しずつ積み重なったことを知る。彼の目には以前よりも落ち着いた気持ちが映っていた。その帰り道、二人は歩きながら立ち止まり、しばらく無言で海を見た。彼女は手を差し出す代わりに短いハガキを取り出して彼に見せた。そこには今日の空が綺麗でしたとだけ書かれている。彼はそれを見てふっと笑った。ありがとうと彼は言った。その一言は長い言葉よりも深く胸に届いた。彼女は気づく。何か大きな解決が一夜にして起こったわけではない。だが日々の小さな選択が確かに二人の距離を変えていったのだと。夕暮れが二人を優しく包む。彼らの歩幅はゆっくりだが揃っていた。夜風が頬を撫で、寺の鐘が遠くで静かになる。彼女は心の中で住職の言葉を思い出す。縁起、無常、中道、どれもが日常の中で生きる教えになっていた。その夜、家で彼女は改めて便箋を取り、手を止めずに数行を綴った。長文ではなくありのままの今を伝える言葉。封をしてポストに入れると胸の中に余裕が生まれた気がした。返事が来るかどうかはまた別の話だ。しかし彼女の心は以前とは違っていた。空白が埋まったのではなく、空白が音を生むようになったのだ。不安と中道。人は誰しも会えない時間が続くと心が揺れます。もっと頻繁に連絡を取りたいと思う自分と、重く感じられてしまうのではという恐れ。二つの気持ちに引き裂かれ、心は行き場をなくしてしまいます。仏教ではこのように極端に傾いた心を中道で整えるよう説きます。中道とはどちらにも偏らず程よい調和を選ぶ姿勢のことです。欲望に任せて相手を縛ろうとすればかえって関係は弱まります。逆に我慢して距離を取りすぎれば心の不安が増していきます。大切なのは極端に流されないこと。例えば一日に一度だけおはようや元気でいますかと短い挨拶を送る。返事があってもなくてもそれ以上は追いかけない。その小さな習慣が求めすぎず放りすぎない心の土台になります。中道は抽象的な哲学ではなく日常の行いの中で実感できる知恵です。会えない時間に過剰な確認を重ねると不安は増える一方です。逆に沈黙を続けて試すような態度を取れば信頼は簡単に傷つきます。その間にあるちょうど良い道を探すことこそ心を守り関係を育む力となります。不安は消し去ろうとすればするほど大きくなります。しかし不安もあると認めつつその中でできる最善を選ぶとき、人の心は静かに落ち着きを取り戻します。仏教の中道は愛する人との距離を考える時にも生きる道標です。極端を避け調和を意識する。その歩みが不安に揺れる心を支え、二人の関係を長く温かいものへと導いていくのです。竹林の例え。竹林を歩くと風に揺れる葉の音が心地よく響きます。その音は竹と竹の間に間があるからこそ生まれるものです。愛もまた同じです。常に一緒にいて隙間がなければ音は響きません。会えない時間という間があるからこそ二人の心は響き合うのです。距離があることで想像力が働き相手への思いは深まります。不安にとらわれる代わりにこの間が響きを生んでいることを思い出してください。沈黙は空白ではなく響きを育てる余白。それを理解したとき、会えない時間は愛を弱めるものではなくむしろ愛を強める土台となります。無常と心の不安。会えない時間が長くなると多くの人は心が離れてしまうのではないかと不安になります。しかし仏教は人の心や感情は常に移ろいゆくものだと説きます。これを無常と言います。無常を否定的に捉えると変わる、失うと恐れてしまいます。
けれども本当は変わる、育つ可能性でもあるのです。例えば相手が新しい経験を積むことで価値観が少し変わることもあるでしょう。それは関係が壊れる兆しではなく、次の段階へと進む準備かもしれません。自分自身の心もまた変化します。不安に揺れる日があれば、落ち着きを感じる日もある。その移ろいを受け入れると、ずっと同じでなければならないという縛りから解放されます。無常を理解することは、愛を固定されたものとして握りしめるのではなく、変わり続けるものとして見守る姿勢を持つことです。会えない時間に心が揺れるのは自然なことです。大切なのは、その揺れを否定するのではなく、揺れの中でどう立ち直るかを学ぶこと。無常は不安を消す呪文ではありませんが、揺れる心を抱きしめ、次の一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。縁起と未来のつながり。では、会えない時間に私たちは何をすればよいのでしょうか。その答えを示すのが仏教の縁起の教えです。縁起とは、すべての出来事や関係は偶然に成り立っているのではなく、無数の原因と条件が重なり合って生まれるという考え方です。今日の私たちの姿は、過去の選択の積み重ねからできています。そして未来は、今の行動によって形作られていきます。この視点に立つと、会えない時間もただの空白ではなくなります。何気ない今日の一歩が、次に会う日の2人の姿を決めるからです。例えば、寂しさに任せて、なぜ返事をくれないのと責めるような言葉を送れば、その種は次に会った時のぎこちなさにつながります。反対に、今日はこんな景色を見ましたと穏やかな一言を残せば、その言葉が再会の時の温かさを育てていくのです。縁起の教えは、未来は与えられるものではなく、自分が紡ぐものだと教えてくれます。つまり、会えない時間の過ごし方こそが、2人の未来を決める縁となるのです。ここで視聴者の皆さんに問いかけたいと思います。あなたは会えない時間をどんな風に使いたいですか？焦りや不安に押し流されるのか、それとも未来への縁を育むために使うのか。この問いを心に置くだけでも、日々の行動は変わっていきます。5つのポイント。ここまでの教えを実際の生活に取り入れるために、具体的な行動を5つ紹介します。これは理論ではなく、誰でもすぐに始められる小さな実践です。距離のバランスを保つ。連絡を頻繁に送りすぎると相手に重さを感じさせ、放っておきすぎると自分が不安になります。1日に1度、短く温かい言葉を送る。そのくらいの距離感が中道の実践です。定期とサプライズを組み合わせる。毎週の決まった連絡は安心を与えます。そこに、ふとした瞬間の、この景色を見てあなたを思い出しましたといった一言を添えると、心に残る縁となります。小さな未来を共有する。次に会ったら一緒にあの店に行こうなど、近い未来の約束を軽く交わすこと。大きな計画でなくても、その小さな予約が待つ時間を希望に変えてくれます。自分の誇りを育てる。相手を思う気持ちと同じくらい、自分自身を磨くことが大切です。今日はこれをやり遂げたと胸を張れる小さな誇りを重ねると、その自信が相手の目に新しい魅力として映ります。香りや音でつながる。離れていても共通の体験を共有する方法があります。同じ香りのアロマを使ったり、共通の音楽を聴いたりすることで、会えない時間にも一緒にいる感覚を育てられるのです。これらのポイントは大げさな努力を必要としません。むしろ、会えない時間をどう過ごすかを整える小さな工夫です。その積み重ねが、再会した時の絆を一層強いものにしてくれます。よくある落とし穴。ここで注意しておきたいのは、会えない時間に陥りやすい落とし穴です。愛を深めたいと願う気持ちから、つい逆効果の行動をとってしまうことがあります。不安から確認ばかりしてしまう。返事はまだ、本当に自分のことを思っていると何度も聞いてしまう。相手をつなぎ止めたい気持ちは理解できますが、繰り返すほど信頼よりも重さを感じさせてしまいます。沈黙で相手を試す。自分が何も言わなければ、向こうから連絡してくれるだろうと試すような態度。これは相手に不安や疑念を植え付け、関係を弱める原因になります。自分を犠牲にしすぎる。相手が安心するならと、
自分の趣味や生活を全て後回しにしてしまう。しかしその姿勢はやがて疲れとなり、無理をしていることが伝われば逆効果です。これらは一見愛情の表現のように見えますが、実は信頼を損ないやすい行動です。会えない時間にこそ自分の心を守ることが結果的に相手への思いやりになります。心を整える小さな実践。会えない時間に胸がざわつくのは誰にとっても自然なことです。しかしその不安を抱え込んでしまうと気持ちはますます重くなり、相手との関係にもしわ寄せが出てしまいます。そこで日常に取り入れやすい心を整える小さな実践を紹介します。夜の深呼吸で気持ちを整える。寝る前に静かに深呼吸を3回。吸う時には今日も無事に過ごせたと思い、吐く時には心配事が少しずつ遠ざかっていくと意識します。夜の習慣にすると眠りにつく前に心が軽くなります。散歩で足の裏を感じる。朝や夕方に短い散歩をするとき、足の裏が地面に触れる感覚に注意を向けます。私はここに立っていると確かめることで、未来の不安よりも今の安らぎに気持ちを戻すことができます。無理なくできる運動としてもおすすめです。一行の思いやりを形にする。不安な時には心の中で唱えるだけでなく、短い手紙やハガキに今日は夕焼けが綺麗でした、あなたにも見せたいと思いましたと一行を書いてみてください。それは執着ではなく純粋な思いやりの表現になり、自分自身の気持ちも落ち着けてくれます。不安をなくそうと力むのではなく、不安を抱えたまま静かに整える。その積み重ねが自分の心を支え、相手にとっても安心できる関わり方につながっていきます。まとめ、会えない時間は誰にとっても不安を呼び起こします。しかし仏教の知恵に照らせば、その時間こそが愛を深める舞台になります。中道の教えは求めすぎず放りすぎずの心を示しました。無常は変化は恐れではなく希望でもあると教えてくれました。そして縁起は未来は今の積み重ねによって生まれると語っています。これらの教えに基づき、5つの具体的な工夫、距離のバランス、連絡の工夫、未来の共有、自分磨き、香りや音のつながりを日常に取り入れれば、会えない時間はただの空白ではなく、愛を育てる豊かな時間になります。もちろん落とし穴もあります。確認ばかりを繰り返すこと、沈黙で相手を試すこと、自分を犠牲にしすぎること、これらは愛を弱める行動でした。そうならないために呼吸、散歩、一行の思いやりといった小さな実践で心を整えることが大切です。最後に問いかけます。あなたは会えない時間をどのように過ごしたいですか？不安に飲み込まれるのか、それとも未来を育てる力に変えるのか。もしこのお話の中で心に残ったポイントがあれば、ぜひコメントで教えてください。あなたの体験や工夫が他の方の支えにもなるかもしれません。そしてこの内容に少しでも共感いただけたなら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると励みになります。会えない時間をどう生きるか、そこに愛を長く育むための知恵が隠されています。